はい、こんにちは、低音振動です。今回ですね、音楽理論ではなくて、コードとかですね、コード進行って結局何なんだろうって話をしていこうと思います。で、これが分かってると、ロックとかですね、ジャズでも曲を覚えるのにも役に立ちますし、曲ロストすることもなくなるし、さらに音楽も聴いてて理解度が上がるんで楽しくなります。ということで、今回やるのが構成としてはですね、最初にこのコード進行とか何なのかっていうのを説明して、次にブルースとかですねちょっと見て、で最後にですねジャズスタンダードのサマータイムっていう曲を使ってもっと詳しく説明していこうと思います。では行きましょう。はい。でですね、で結論から言うと、この音楽っていうか、音楽いろいろあるんですけど、このコード進行とかっていうのは結局ですね物語ですね。でこのコードっていうのはその情景みたいな感じですね。例えば今日の空は澄み渡りっていう感じでするじゃないですか。っていう情景をこれが表してるんですけど、コード1本でずっとこれだと何も変わらないじゃないですか、情景が。で物語を進めるためにコード進行を使って、そして僕は街に行き彼女に会いみたいな、そしていい感じですみたいな、しょうもない物語だったんですけど、こんな感じに物語を作るのが、物語で情景を表すのがコード進行なんですよ。でこれもっと先にちょっとでもうちょっと他説明すると、他の例を取ると、例えばブルースですね。ブルースっていうののちょっと音楽理論の話になっちゃいますけど、トニック、サブドミナント、ドミナントっていうのがあるんですよ、3つ。これちょっと音楽理論の話なんで、それはちょっとまた今日はやらないんですけど、とりあえずこの3つでいろいろやってるのが、ポップミュージック、ジャズもそうですけど、とかなんですね。で、これを使って一番わかりやすいのがブルースですね。ブルースがこのトニック、サブドミナント、ドミナントを使っているやつなんで、ちょっと見てみますね。そうすると、さあ、今日もベースにするぞ。その前に YouTube ベース検索してみようかな。なんだこれ、低音振動。ちょっと見てみるか。めっちゃ分かりやすいじゃん、このベースチャンネル。チャンネル登録しちゃおう。というな感じでですね。っていう風にこのコード進行の中で起承転結を作るわけですね。最初に F7 を作って、次ヨド7、サブドミナントに行って、でまた戻って。この曲こいいじゃん。チャンネル登録いいねしちゃおう。さあみたいな、最高みたいな。こんな感じでですね、このコードが変わった瞬間に物語に展開がどんどんついてって感じしますよね。でこんな風にコード進行を使って起承転結を作っていくんですよね。はい。でこれを実際ジャズとか弾くのにどう使うのかって話なんですけど、これはですね、前の動画でも話してましたけど、ジャズとかのコード進行を覚えるときでも、コードのアルファベットで覚えるんじゃなくて、数字で2度マイナーとか5度7とか、そういう機能和声で覚えて、その進行をこの物語でですね、お話と考えて、今ここでこうなったなとか、あっち行くんだとか、そういう風に捉えてほしいんですよ。で、僕もこういう風に捉えるようにしてから、コード進行がもっと分かりやすくなったというか、ビジュアライズされたというか、だから他の演奏を聴いてても、もっとその人がそのコード進行の中で何をやってるのかっていうのは理解できるようになったんですよ。しかもその音楽的に理解できてるんで、ロストとかもしにくくなるんですよ、本当に。で、さっき僕がやったようにこのコードで僕ちょっと弾いたんですけど、これもですね他動画あるんで、もし興味あればすごい役に立つテクニックなんで、だから曲覚えるときにこういうベースでできるの最高じゃないですか。だからぜひぜひですね興味があればこれも練習してみて。そんなに難しいことじゃないんで、実は結構難しそうに見えるかもしれないんですけど、結構簡単なんですよ。はい。それでですね、でここからはジャズスタンダード曲のサマータイムをちょっと取り上げて実践やっていこうと思ったんですが、ちょっと動画長くなっちゃうんで、それ自体も長くなっちゃうんで、今回はこれでですね、切って、またサマータイムはサマータイムで改めて動画作ってやろうと思います。ということで、ぜひ、チャンネル登録、いいね、
よろしくお願いします。ではまた。